特に多様性の推進であったりとかインクルージョンというところをこうサポートしていこうっていうところをやってます。 I even feel like we are invisible even in our like country. This exhibition is like it's gonna give you a hint of what's going on in Thailand. あとやっぱりこの見えないものを可視化していくって非常に大事だと思うんですよね。でも本当に難しくって、でそういったところにアートの力ってすごく大きな力を発揮するんじゃないかなと。一人一人の違いが尊重され、多様な声が生かされることが社会や組織の強さにつながるとして、今世界的に注目されているのがダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンです。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。じゃあまず小松さんのそのチャンピオン、はい、インクルージョンチャンピオンたるゆえんをありがとうございます。少しイメージが先行するかもしれませんが、はいリリーの中で企業の中でですね、その何かをこう優勝したとか強いですという意味ではなくて、チャンピオンという意味にはすごくこう精力的に大切なことを、サポートするとか守るっていう意味があるらしくって、で弊社の中ではそのインクルージョンチャンピオンというのを私が拝命してですね、特に多様性の推進であったりとかインクルージョンというところをこうサポートしていこうっていうところをやってます。あとグローバルとしてもそういう取り組みっていうのはすごくあって、日本とグローバルのこう架け橋となるような活動をするっていうのが、いただいた使命ではありますね。チャンピオンっていう感じですけど、何かこう企業というと固いイメージがありますけども、言われて何かやるっていうよりはですね、後でご紹介する機会があるかもしれませんが、いろんなボランティアでこんなことやってみたいという社員の方たくさんいらっしゃるので、そこを後押ししていくっていう役割をもらっていますというのが、そうですね、はいその前にといえばその前になんですけど、ご存知ではない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、イーライリリーというその会社がどういう会社なのかというのをまたちょっと一つ説明いただければと思います。ありがとうございます。はい、イーライリーというのは一言で言うと、グローバルの製薬企業です。お薬を作る会社でして、お薬のですね種をこう発見して開発をしたりとか、創薬と言われますけども薬にしてですね、それをお届けするっていうことをやっているんですけれども、もともとインディアナポリスという、アメリカの都市に、本社がありまして、で日本はですね今年で日本の、法人を立ち上げて50年になりますけれども、はい、そういった企業になります。ただ歴史を遡りますと、日本でそのお薬という形で、お届けしているのも100年以上になっていますので、なかなか歴史のある会社ではあるんですけれども、皆さんのこの認知といいますか、医薬品という形でお届けするのもですね、お医者さんであったりとか、病院だったりというところなんで、なかなか日本に支社ができたのが50年前だけれども、もうそれよりさらに50年前からありました。なるほど。なんかとってもこう印象として外資系でいらっしゃるし、アメリカからっていうことでインクルージョンに対する姿勢はきっと、見習うことが多いんじゃないかなと予想しているんですけれども、実際にその社内での活動どんなことが行われているか、あるいはなんか社員の方のこういった変化があるとか、なんかその辺のお話伺います。ありがとうございます。いろんな取り組みあるんですけれども、代表的なのはですね、社員リソースグループといいまして、これは会社側から何か言われてではなくて、手を挙げてボランティアで皆さんですね、非常に興味のある分野だとか、この多様性に関するところのグループを作られて活動をされています。例えばジェンダーの平等であったりとか、LGBT プラスであったりとか、あと世代における多様性であったりとか、障害であったりというふうなテーマでそれぞれが参加して、そういった活動をしていくっていうのは非常にユニークで、このリリーならではかなっていうところはありますね。で、なぜ大事なのかっていうところですけど、これ薬を作ってお届けするんですが、このお届けさせていただくですね、社会であったりとか患者さんであったりとか、そういった環境っていうのは非常に多様性に富んでいって、我々が考えるですね会社の中だけの、これが一つの考えかなっていうことではなくて、いろんな社員の方も多様性を持って考え方と価値観いらっしゃるっていうところを、中で体現をして、でお届けする先のやっぱりそういった方々にも同じような価値観でいろんなことを活動していこうっていうところがありますから、そこがつながるっていう感じですね。ごめんなさい、もうまた根本的な質問しちゃうんですけど、インクルージョンって日本語に訳するとどういう言葉になりますか？本当取り込むとかですね、入れてあげると、多様性というところは、本当に皆さん言葉のその通りだと思うんですけども、いろんな価値観やですね文化の違いとかバックグラウンドってそれぞれ見えている世界が違うかもしれないところを、認めるだけではなくて、それを取り込んでですね、お互いに一緒にそれを共有し合っていくことで、医療においてのイノベーションを起こしていくというところが企業の価値に
なるかなと思ってます。まあ、多様性というと、まあ、なんかダイバーシティみたいな言い方がね、結構よく聞かれてましたけど、それがインクルージョン、インクルードしていくという、なるほど。まあ、ちょっとね、また詳しく後でお伺いできればと思いますが、はい、続いてサリーナさんにもお伺いしたいんですけど、前回ご出演いただいた際にアートを通して多様がゆえに見えないものを可視化するというお話をしていただいたと思うんですけれども、なぜそのようなコンセプトに至ったか改めて皆様にお話しいただけると嬉しいです。I born in the ethnic minority, so I always see myself, very small in the society, and somehow I even feel like we are invisible, even in our country. And since I moved to Japan, I live in the country that I know no one here, and that's even made me more see myself so small, smaller, and then also really invisible, truly invisible. So that's why I really want to make an artwork that focus on invisible things, such as Rodo Shakai toka, or humans connection. So that's the beginning of the idea of invisible. これはどんな作品ですか？これは一番新しい作品なんです。はい。コンセプトは労働社会ですね。日本はなんかタイ人はたくさんいます。労働の人はなんか。でも時々when we build something or when we work, we left the work behind, the work that already done, and then these all workers are disappear. So in our society, we barely see them. We only see the result from their hard work. So the video is talking about the workers that behind all this, and they left their countries to here. So in the video, you can see the scenes from Thailand and Japan. It's totally different vibe. That in Thailand, I shot the shot in my hometown. It's Inaga, Sugoi Inaga, and I shot the shot in Tokyo in Roppongi, fancy buildings. So you totally can see the difference, and you maybe not imagine before that, oh, this fancy building that we saw is actually from the hard work of people who from Inaga. Yeah. This one is my graduation show in Tokyo Keidai this year, and the work is about humans connection. Yeah, so I research about my obajang. She live in Thailand, and she live alone. So I'm curious about how the person who hitori de sunde iru hito wa how they make connection in life. So I researched about her life, and then I found that actually she made a lot of good connection around the village, even with strangers. So I made a mockumentary out of her stories, and all the mockumentary I showed in Japan, and I found actor to play my obajang. But all of the scenes are in Japan, so you might thought, oh, I my obajang live in Japan, but it's actually just the situation that recreate from her experience. So in this installation, when you go through this shoji, you see nothing inside. You just see the blank monitors inside. Yeah, but you will hear the lady talking about her life and hear all the noise, all the ambience. But then when you get out of the room, close the shoji, and you see through shoji,
you can see what's inside the monitor, which is like a life of Obajang. Yeah. だから中にいるとこうやって真っ白で見えないけど、外からこの障子を透かしてみるとその映像が何なのかが見れるようになっているという。To me, this situation that I created, I feel like, it's like everything in our life that when we are like so close to the thing, we don't really see or realize that we have like the connection that we already have. We don't realize how important or like how many connection to others we have. If we step out of it a little bit, we see other things. We realize that we have so important, connection in life. もしかしたらね、そのサリーナさんが今生まれ育った場所っていうものを日本という場所から見つめることによってサリーナさんの中での見え方が変わってきているとか、そういう個人的な変容も含まれたりするのかなって想像したけれど、そんなサリーナさんはクロスオーバースペースでキュレーションに挑戦されているという。9名のアーティストの多様な視点を通じてタイにおける現代社会を可視化するという取り組みだそうなんですが、少しご説明いただけますか。So I selected 9 artists, including me. So all the artists have different concept in their works, and also I try to show the one that have like different medium in works as well. Actually, the exhibition is not a lecture room, so even I want to give all information about what's going on in Thailand as the name, the title of this project, Thailand What's Going On. But I think it wouldn't suit this situation like to give a lecture to people, So to me, this exhibition is like it's gonna give you a hint of what's going on in Thailand. For example, like I have 2 LGBTQ plus community artists. So the one you see on the left side, the small 2 paintings. If you know the news, this year Thailand we passed the same-sex marriage law. Everyone can marry everyone. Basically. So these 2 pieces are made this year. To me, is like a celebration for LGBTQ plus community. So the artists combine the masculinity and femininity in the painting. You can see the masculinity through the body, right? And the femininity is like from the colors and flowers. So I think it's so beautiful in artwork, and it should be this beautiful feeling in our like real life as well. なるほど。アートでいかにインクルージョンを表現するか、多様性を取り込むことを表現するかっていうお話が聞けたかなと思うんですけれども、小松さんにもお伺いしたいんですけれども、企業における仕組み作りと今伺ったようなアートでの表現っていうところでなんか重なる部分と、いや違うけどなんかこういうの面白いなとか、なんか感じられたことありますか。すごく感じるものたくさんあってですね、一見このアートと企業ってかけ離れているようなイメージもありますけれども、実は多分共通点ってたくさんあると今のお話聞いていても思いました。森山さんいただいたインクルージョンって何なのっていうところにもつながると思うんですが、おそらく多様性を知るっていう知るだけでは起こらないいろんなアイデアだとかイノベーションっていうのがそれ起こってくるのかなと。つまり先ほどコネクションという言葉が使われましたけども、例えば当事者だったりとかその周りにいらっしゃる方々がどういう目線で世界が見えてるのかなっていうのを知識だけじゃなくてですね、感じるというか、感じた時にその当事者の方の目線に立ってまた違った世界が見える。で企業においてももちろんそのビジネスという枠組みでありますけれども、なんかそういった形でいろんなアイデアがぶつかってイノベーションが起こってくるっていうのは自分が今いる企業でもそれがありますし、そういった部分ではそういうコネクションとか、あとやっぱり見えないものを可視化していくって非常に大事だと思うんですよね。でも本当に難しくって、でそういったところにアートの力ってすごく大きな力を発
揮するんじゃないかなと思っています。今LGBTQ という話が、プラスという話がサリーナさんから出たんですが、例えばそういう人のトピックというか問題みたいなものを問題というかそれをこう会社の中でどう扱ってどういうふうにこう何かアウトプットがどういうふうに取り込んでいかれたりするんですか、具体的には。具体的にありがとうございます。いくつか例があってですね、LGBT プラスもそうですし、去年もちょうど障害を持つ仲間っていう方もいらっしゃって、これが目に見える障害だったりそうでないものもありますよね。でそこをですねこの社員のジャーニーという形でストーリーにして、実は目に見えないんだけれどもこういう場面だとこういう壁があったりとかこんな気持ち感じてますっていうのを言語化してですね、こういうパネルディスカッションで全社員でいろいろとこう聞くと。で聞くだけだとやっぱり何も変わらないので、こうインクルージョンってキーワードはこう自分ごといかにこう自分ごととできるかだと思っていて、でそういう意味ではですね、そこにいた社員がじゃあ自分がその目線に立った時にどうなのかとかで、いろんな制度につながったりとかですね、具体的に言うと例えばですけれどもコピー機の高さだったりとか、これって車椅子に乗ってる仲間ってどうなのかなとかですね、なんかそういった小さいことから大きな会社の中での制度っていうのを変えていくっていう、特に我々こうスポンサーという立場にいるとそういうインフラの面であったりとかっていうのとプラスそういった全社でですねそういうストーリーを展開した時に何を感じて一人一人がこう自分ごとにして次じゃあ仕事においていろんな方がいる中でいろんなアイデア取り込めるのかっていうのは具体的にこうやっているので、非常に私としては面白いなと思いました。でも意義深いながらもなかなか大変な細やかなことになるのかなと思いますけど、サリーナにもう一つお伺いできればと思うんですけども、日本に拠点を移されて少し経つと思うんですけれども、こちらで活動することで得られることっていうのは何か感じられることありますか？ I love Japan personally. So I enjoy making art here, and the art community here are nice, and especially like this festival, like you give opportunities to a lot of young generation, like young artists. I really appreciate that, and to me, I feel like what I'm trying to do right now is like to make something that invisible to be seen. And the show is also like not only my work that I want to show, but a lot of like Thai artists who not well known here, at least they be seen, in this festival. That's the point of this exhibition. Yeah. タイもね、タイビエンナーレがあったり、結構アートもかなり活発なので、なんかサリーナさんを通じてさらに日本とのねコネクションがいろいろ生まれたらいいなと思います。はい。イーラ・リリーさん、今のインクルージョンの中でアーティストに参加してもらって、そのインクルージョンを一緒にこう社員の人たちと考えていくみたいな、そういうことも取り組みとしてはやられてたりするんですか？私に知る限りはないので、これからでも非常にそういうのはすごく興味がありますし、先ほどの本当に見えないものをこう可視化していくっていうところと、ディープな意味のコネクションですよね。そういったところっていうのは我々よりも本当にいろんな方のお力添えいただいた方がもっと推進するんじゃないかなって、ぜひサポートいただければ。来年このグローバルっていう立場で150年ですかね。日本は今年で50年ですが、今後やっぱりこうどんどん多様化していくこの世界を、一緒に作っていくというと本当に大きな言葉にはなりますけども、そういったところにですね、医療という形のイノベーションをどんどん起こしていけるように、このダイバーシティであったりインクルージョンというのを我々でしっかりと発信をしていきたいなというところで、社会の貢献、そこは決意といいますかしたいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。サリーナさんもありがとうございました。ありがとうございます。はい。本当にありがとうございました。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 